Welcome to Frontier Martial Arts Wrestling, FMW Home Entertainment. I'm John Watanabe. And I'm Eric Goo Goo Geller. And if you really go goo-goo over hardcore violence, blood, gore, weapons, and a whole lot more, you'll love FMW Wrestling. I know some of you newsletter reading fans have read about this stuff but have never actually seen it. Well, that is why we're bringing it to you. And our first matchup will pit two sick dogs against each other who have faced each other before. We're talking about Matsunaga and Mr. Pogo. Well, Pogo really pushes the envelope. You're going to see fire in this match. You're going to see barbed wire. You are going to see blood. And I love it when it gets played. This is about as close as you get to wrestling and snuff. When these two combine, my God, we got something good, Johnny. Oh, yeah. How good will it get? If you like hardcore violence, let's find out. Let's go to the ring. FMW 来てからはね、まだミスターポークに負けっぱなしなんで、ここらで借りは返したいし、ファイヤーデスマッチは過去2回ウィングの時にやってますけど、まだ一度も負けたことないんで、今日は自信あります。今日負けたら、そうですね、ウィングはもう終わりじゃないかと、こんな負けっぱなしではね、もう終わってしまうんじゃないかという切羽詰まった気持ちが本当ありますんで、今日は絶対勝ちます。松永、てめえ覚えてるか。3年前の今頃、てめえファイヤーマッチで俺を進めやがったら面白いじゃねえか。てめえあの頃の松永と今の松永、今の松永が古くなんだよあいつは。そのために今日俺がとことんあいつにファイヤーの恐ろしさを見せてやる。本当に根性があるんだったら、本当にな根性があるんだったら、俺をもう一度3年前のようにてめえできるか。俺になてめえの根性見せてくれ少しでも。でも俺は負けちゃうね。てめえを火の海に放り込んでやる。まずは8月29日アドバンススポーツセンターで行われた、松永さんとポーゴさんのファイヤーデスマッチからいきたいと思います。解説は、ウィング金村と保坂秀樹で松永光弘さんでいきたいと思います。松永さん、これは今からどれぐらい前でしたか、このファイヤーデスマッチは。1月29日ですよね。どういう感じでしたか、この時。これ一回カメラもやってるから分かると思うんですけどね、一歩間違えば大惨事だから、ファイヤーだけどね。でもこのスタイルっていうのはウィングでもなかったですよね、2面有刺鉄線で。なかったね。僕のやった時は有刺鉄線にこう布を巻きつけてやったわけなんですけどね。これは正式にはナイトアウトマッチの次でしたよね、シングルは。そうだね。ファイヤー自体っていうのが船橋以来ポーゴさんとの。この差もどっか消えちゃったからね、もうこれで最後になるかもしれないね。かなり気合入ってましたね、この時の松永さんは。そうだね。まあ後から出てくると思いますけども、自分と松永さんのシングルとか、松永さんこの時デスマッチがいくつありましたっけ。デスマッチは大きいのは1、2、3、4つ。大変なシリーズ。4大デスマッチね。ウィングの時も含めて一番きついシリーズだったね、このシリーズ。いつも見慣れてるのはありますけど、松永さんとポーゴさんともこれだんだんエスカレートしていくっていうのはありますよね。毎回大変になりますもんね、見るたびに。解説忘れてなんか試合見ちゃうね、これね。俺は見てないからね、やってたから。これね、ウィングの時からやってたんですか。やってないね、これ。有刺鉄線8枠って最初から巻いたのはよくやったけど、途中でこういう風にしたのはなかったな。まあでもここでとどめさしとかないからね。ミスターポー大和のオロチ、僕はこれはないんですよ、ポーゴさんにされたことは。一回大阪、京都かどっかでやったんですけども、そんな腕だけだったんですけどもね。まあ万能狂気というか、いろいろついてるから。チェーンもついてるからね。2回目のファイヤーデスマッチ、フレディとやったのがこの近くだったんですよね、大阪の。そうだね。ここで勝っとかんとね、時代を変えなきゃいけない。
リングサイドで見ててもあれでしたよ、本当に言葉一つ出なかったですね。こういう時になると非道自分と保坂っていうのは、大変なんですよね、リングサイドで。惨事をとにかく止めないといけないっていう緊張感と、前ここだけで松田さんも言ったじゃないですか、そういうのもありますからね、もしかしたらというのがあったから、見てて怖かったですよ。でもまたファイヤーもやっていかなきゃいけないね。ここでこの人もいなくなったしね、時代変えなきゃいけない。どんどん楽しくなった。これボーダーの火ですかね。これ常に下にならないですよね。これ少し変化したんだよね。今消えてるけどね。この時これだけ思い出しましたよ。2年前になるんじゃないか。今度ライトアウトマッチもすごかったですからね。このシリーズは自分も三永さんとやっててセコンドだけでも本当気が使ったよね。これが熱いですか。熱いですね。本当この時はこっちに降りてきてくれって言ったんですけど、松永さんもうバーッととっさに逆の方に行ったんですよね。こんな金もらったらやんなきゃいけない。そうですね。はやぶさもそうだし。だから松永さんに前から言われてた、いずれは僕や保坂が松永さんとねこういうデスマッチをしなければいけない、そういうのはもうある程度覚悟やってますけど、それまでに俺とか保坂非道が名前を挙げていかないとダメだと思ってますけども、これでフェイスプレッシャーでこれ終わってみてどうでした？マスクしたらね、だけど、それで勝たないとね。完全なワン、ツー、スリーってこれが初めてシングル。いや、そんなことウィングの時は何回かやってる。そうですね、シーサースリーパーだけど、こんな気持ちで勝ちました。こういう試合できるようにできますので。そうだね。今度はみんなでこういうのね、こういう試合超えていかなきゃいけない感じ。やっと候補が出ました。札幌で必ずレーザー倒してデスマッチをなってみせます。俺は、ウィングの一員で新宿ウィングを守ってみせます。ウィングの一員ですけど、大田さんがこのように出したデスマッチを必ず絶やさずに自分が王者になってみせます。Well, as I said earlier, these two have had bloody battles before, but in the end, one of these guys got revenge. Your winner, Matsunaga. You call that revenge, Johnny? My God, he took a beating. I mean, it was reminiscent of when John puts on the high heels and the garters and I take a wet newspaper and start wailing away on that chubby little butt of his. Oh, man, Johnny, he lost that match if you ask me. Hey, you hinted at something. There are certain types of butt whoopings and spankings I don't mind. You'll see what I'm talking about in our next segment. To our new fans of professional wrestling, we like to show you how some of the Japanese stars of FMW use some of the technique. You'll learn some of the moves in our own tongue-in-cheek way. Here is Wrestling 101 FMW style. Now, what I'm going to demonstrate for you here is a little maneuver called the scissor lock. We're going to do it snake style.
Now, Saki, I'm going to have you down on the ground right now. You have been somewhat defeated by your opponent. You're in a weakened state right now. This I'm going to have Sheena, and we call it snake cell because they're amazing with their legs, how they like to slither in. She's going to take one leg, slither it underneath the head, wrap the other around. Now, if you can see, she's putting that leg right around the neck. She's going to cut off the oxygen. She does this by locking her wrists and slowly applying pressure. Okay, now you've got to make this hurt. Make it hurt! Now, how does that feel? How does that feel? Yes, yes. Good work. Good work, girls. Ladies coming along nicely. And I'm telling you, under my tutelage, I think they're going straight to the top. Look for their debut in about a month or so, Johnny. Well, coming up next, we'll see a match between two guys who have faced each other before in American rings east of the Mississippi River. I'm talking about the truly awesome gladiator Mike Awesome and his opponent Masato Tanaka. Tanaka has been on a 5-game winning streak, 5 matches in a row, but he's taking on a larger opponent, a more devastating opponent, the Gladiator. Tanaka has a chance on this one, but the Gladiator, coming off of a big win before, I think it's going to be a little tough on Tanaka. He may do it, though, John. Well, it is going to be close, Eric. So which is it going to be? Is it going to be the Awesome Bomb or the Tanaka Blast? Let's find out in the ring. グラジエーター、今日はな、若手意識で来たらな、痛い目に遭うぞ。今日はぶっ潰してやる。Tanaka, you're standing between me and the championship belt. So that means I'm gonna have to rip your goddamn head off and pin your shoulders to the mat for the 1, 2, 3. Because I want that belt bad, punk. Huh. 新生 FMW ファンクラブネオ FMW 会長の梶原直人です。今日解説を務めさせていただきます。スタジオにははやぶさ選手においでいただきました。はやぶさ選手、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず見ていただいております、グラジエーター対田中将人戦、8.25 後楽園ホールなんですけども、こうやって見ているとやっぱりグラジエーターのパワーといいますか、そうですね、もう人間離れしてるところありますからね、少し。田中もかなり力つけてきてるんでですね、どうするか、どういう試合するかって楽しみだったんですけど、とされています。田中選手も日本人選手としてはこれはかなりパワーのある方なんですけども、それにしてもという感じですよね。ただ田中の今回のディビジョンというのはですね、本当にどんだけ食らいついてくるかというところが一番だったんですね。やっぱり気迫が前面に出るっていうのはすごく、うちには少ない選手ですね。そうですね。対するこのグラジエーターのパワーというのはそれこそはやぶさ選手が誰よりも体で知っているというものですよね。このグラジエーターのパワーを田中選手がどこまで切り崩すことができるか、一つの見どころですよね。とにかく田中の性格からないともう下手に小細工してぶつかっていくっていうことはありえないですからね。やっぱりこうどんだけ田中を踏ん張れるかっていうのは楽しみですよね。パワーで来てもいいし、ラフもよしと、とにかくこのグラジエーターの場合はこのパワープラスとにかく動きが速い、機動力がありますね。そうですね。それ後からやると思いますけどね、トップロープからの飛び道具とかって平気で使いますしね。最近はこう試合の運びっていうのもすごく上手くなってきてますよね。昔はもう本当に力任せっていうところがあったんですけど、最近は相手の動きとか状態を読みながらやってる。このパワーに試合運びなんですけど、いいパワーを直後ですよね。そうですね。今日はこのフライングのことです。本当にこの体でやるからこそ。そうですね。ヘビー級というよりはもうスーパーヘビー級ですもんね。このグラジエーターの全身の筋肉というのはこれ戦ってみてどうなんですか。
意外にそうですね、柔らかいですね。そんなこう硬い技、硬い筋肉っていうのじゃないですけど、本当に柔らかくて、いろんな技、受け身にうまくなってきましたね。筋肉の柔らかさっていうのがこの機動力とそういうものを生むんでしょうね、やっぱりね。だからしいですね、こういう雰囲気いいですよね。とにかく新鮮なメダルの場合は技じゃない、技術じゃないんだ、とにかく気迫をまず見せろと、これはもう第一次 FMW 時代から大牟田選手の口を酸っぱくして言ってきたところもありますね。そうですね、だからもう技術的な分っていうのはまだ僕だったら本当にキャリアもそんなに高くないですから、追いつかないところってたくさんあると思うんですけどね、気持ちの分でやっぱり負けたんで、負けられないところにやりますね。常に前に出ていくという、田中選手少し苦しくなってきました。クラジエータークラスの選手と対戦すると、やっぱりスタミナの消耗度っていうのはこれ全然違いますよね。技の一つ一つの破壊力が違ってきますから、下手にもしてると、予想以上のダメージですね。受け身を取ったつもりでもダメージを与えます。これです。この体でジャンマーを使うっていうのはすごいですよね。田中もよく返しましたけど、すごいブリッジですね、これね。ただ危険な行為が入ってますね。この中でも田中選手は朦朧としてるんですかね。意識がちゃんと発揮してないと思うんですけどね。さあ、ここからすぐに後ろに落としてきました。この人のやっぱり高さが違いますよね。2つにして50センチ以上違いますよね。180センチクラスの選手とは。力がありますからね。これがまたブラジルの持ち味です。半分通過しました。こういった試合を見てて、やっぱりその田中選手を自分に置き換えてみるという感じもありますか、やっぱり。そうですね、やっぱりこの田中の試合もそうですけど、ブラジルの試合を見てたら、他の選手がどうやってブラジル相手に攻略していこうとしているのかという勉強になりますね。なるほど。リング上で実際に戦っていては気がつかない部分というのも実はあるんですね。実際ですね、下手な受け方すると、さっきのボディプレスだけでも十分フィニッシュを取れる技ですからね、あれ自体は。そういう声とクラジエーターが最近の試合になって何かこうすごい自信が感じられますよね。そうですね。前はやっぱりバタバタしてたんですけど、最近本当に落ち着いてこう、じっくりと受けてから攻めるっていうところが相撲でいう自分の相撲を取れるようになったという感じですね。さあ田中が反応組んでますが、当たり強さから一番できないんですよね。さあこれですね。おっと聞いてしまいそう。ちょっとフックが甘いですね。ちょうど10分経過したところです。本当に田中のこのエルボー一筋ですから、実際このエルボー効きますよ。もう肘だけというより全身でぶつかってくる感じですよね。カットされた。力任せですね。さあ、ここから3本目。朝本僕の朝本ってハイアングラ朝本になってますからね。完勝です。強い。Well, no love lost between those two. They've faced each other many times before in the U.S. and in Japan, but this time around, in the end, it was the awesome power of Mike Awesome, the Gladiator. Truly overpowering. Well, great match, John. And this next one you're going to like as well. It's Hayabusa, the high-flying Falcon, versus Kanamura, the Doughboy.
Now, Kenamura has taken a whipping from Hayabusa with those high-flying moonsaults and lucha libre moves. He probably will take this match outside of the ring. I won't be surprised if you see tables, chairs, hard concrete. The doughboy, that chubby little doughboy, is going to have his work cut out for him. Speaking of chubby little doughboys, and your little chubby doughboy, John, why don't you tell him what we're going to see here? Yeah, boy. We'll talk about this after we get off the air. But let me tell you something. Not only does the action often spill outside the ring in FMW, but anything that's not nailed to the ground outside the ring will be used against each other in FMW action. Let's see how hardcore we can get. Oh, yeah. さん、俺も、リーグ戦ヤングオブインディペンデントでいい結果を出して今回の世界ブラスナックルのタイトルのリーグ戦にかけてます。素晴らしいものを出そうと。今日ウィングの連中と初めてシングルマッチ。ウィングにも意地があるかもしれないけど FMW の俺たちにも意地があります。絶対に負けません。はい、この試合はウィングからどうですか、金村さん。はい、監督の気持ちは。ね、俺と保坂でさ、ハイブザックの前に本当大丈夫だったってなって、それがね、大江と私と5月5日の引退試合で俺ら見せつけられて、でも絶対に負けたくなかったね、これは。松永さんが見てどうですかね。時代の最先端だね。かなり緊張しましたね、金村さん。試合前は。そうやね。ウィングの時はメイン張って取ったことあるけど、FMW でシングルでメインっていうのは初めてあったからね。でもセミで覚えてない。小坂とか松永さんとか高山レザーがあれだけすごい試合って、俺も僕らと見とったんだけどすごいなと思って考えたらその次俺もこの試合でもかなりライバル意識とかもありましたもんね、試合前。絶対負けない。また田中と違った見方で林さんに対して見てるから。序盤から飛ばしてますね。そう飛ばしたね。いつもの息切れが心配だったから言っちゃうよ。それはライバル意識ですね。目の時もすごいなのさ。俺ら負けないように俺らも頑張らないと分かんないけど。ウィングの看板を背負ってましたよね、この時はね。向こうまでミラバの看板を背負ってるわけですからね。だからハヤブサが行った場合のビデオでウィングの選手が思ってるウィングに対する愛情より俺たちが FMW に対する愛情の方が強いとは言ってたけどね。だから5月5日までの FMW の選手は俺それは全然思わなかったね。トーナス・サラリーマンにしか見えなかったし、だからウィングっていうのは鶴田に選手が集まってウィングを名乗って団体の名だったけどもみんながねまさにでも5月5日を過ぎてハヤブサで田中を見とったら同じような気持ちになったなだけどね。だけど負けられないですからね。そうやね。負けてしまったけど負けてるね。まだこっちのねデスマッチの方がそうですね。いっぱい出さなきゃいけないわけだし。だからこの時はさ田中と試合する時は狂気も使わずにレスリングだったけどもハヤブサとやる時はねそういうのはなくて、いつもの自分のペースでできると思っとったしね。ちょっとやられてますね。これで考えてますね。ただ何がどう来るかわからないからね。これはタッグで1回当たったぐらいだからね。その時もほとんど松永さんとハヤブサが取られて。俺たちがいつもセミで試合終わってメインを見てたわけでしょ。それでもやっぱりやってみるのと見てみるのは全然違うのね。そうなんですね。でもこれからも増えてくると思う。例えば俺もウィングで飛ぶ選手、パンターズとかやってきたけども、全然違うもんね、ウィンガーとかとも。
んだ。素晴らしい。これはまあ、スーパーインベーダー戦で出したっていう。そう、ビデオで見ましたよ。サブより先につけてましたもんね、あの時ニューステストもやってなかったでしたっけ？それはね、ただのスプラッシュだけスーパーインベーダー。あの時は、あれでリングアウト勝ちしたんだよね。でも、ハヤブサが腰怪我したのも知ってるしね、知っとったしね。まあだけど、そういうところ攻めるのも鉄則ですからね。まあ怪我は一つや二つ誰でもしてるし、そこに潰し合うし。でもこの時、ヤジは分かったのレスリングをしろって。そんな付き合っても全然なかったしね。でもここで、あれですよ、金村らしさを出したところがいいんじゃないですか。田中とかはね、松永さん、僕とかはこう松永さんがデスマッチをして、怪我をして、やけどしてずっとやってたのを見てたわけじゃないですか。まあ、田中や黒田たちも、ハヤブサに対して同じ気持ちを持ってるんでしょうね。そういう。そうだといいんだけどね。面白いよね。ストラップ近かったですね。試合中そういう余裕がないからね。ですよね。これ見て初めて分かることですよね。何言っても結局、ハヤブサの土俵ね、FMWっていうのもそうだし、その中でどれだけみんながウィングっていうのをアピールできるか。これもちょっと関係ない。逆に、何結果。もう今日は最初から腰長いですか？そうね、もう腰怪我したのなんか雑誌でも出てたからね。現に本当に意識したのはハヤブサに負けんことと同時にやっぱメインでやるっていうのはお客さんがね、つまらん試合やってしまったらもうどうしようもないからね。考えてますね。何やとも考えたら何やとも使って試合前に緊張してた姿から想像もできないんですけど、そんなこと考えてたんですごい緊張しとったよ、ずっと。緊張しながらもこういうことばっかり考えてたじゃないですか。そうそうすぐに分けないしね。焦ってたのは焦ってたの田中にも負けてそれ焦りがあってね、ここらで自分をアピールしとかない、絶好のチャンスだもんね。それで左手首ちょっとやってしまった。まあでも勝っても不思議じゃない試合だと思うけどね。それだけでもハヤブサにしぶといよね。負けれなかったんでしょうね。そんなそうやね。まあ意地と意地がぶつかり合いですね。でこの時の俺とハヤブサっていうのはこうそういうものが全然違ったと思うからね。徹底した腰長ですね。で調子のことがするからね。絶対先に。その時の来るのが分かったよね。うまい。この日は
まあそうね、さっき見とっても分かんないけど、これは見とって、くるって見なかった。冷静でしたね、やられながらも。この動画緊張してるけど、すごい冷静に試合が運べた。この前にグラジエーターとリーグ戦やって負けててね、みんなことどれだけ勝ち星を拾えるかっていう焦りっていうのもコントロールがあったしね、まあ後でまた出てくる松村さんともディスマッチになったわけ。それは読み合いですね。見とってもすごいね。そうですね。これね、リングサイド見てたんですけどね、興奮しましたよ。あ、そう、ふざけセコンド頼んだもんね。寂しがり屋だからいつもセコンド使って言うじゃないですか。そうだ、俺もつけて。未知の技だったからね。未知の技ですよね。この技もね、本当に初めて見る。これ結構みんな真似しようとしてるみたいだけど、結構これ難しいみたいね。回りきれないみたいね。いいとこまで行ってんだけどな。まあでもこういう数のものは難しいね。プロレスって。それは聞きますね。食らいました、僕も。こうとっさの判断力とかすごいね。こう海外に行く前からこういうあれはあったんですかね、ハイブサックの松井さん。だけど、本田さんがあえて引っ込めたんじゃないかな、そのぐらいの。いや、いい試合でした。次はもっとレベルアップして、もっと一緒にして、そうですね。まあ、片尾さんとしんどいかこの試合終わった後に控室で流した緊張感から解放されて控室で流した一つの金村さんの涙を僕は忘れませんよ。すごい覚えてる。まあ次またいい試合をしよう。あの涙は忘れません。やっぱり一つの団体を背負っていくっていうのが、まあ、松永さん見てある程度分かってたつもりですけども、ウィンのファンには悪いけど素晴らしいですね。もっと楽に勝たせてくれると思ってたんですけど、やっぱりみんな気合入ってきてるし、とにかくでも自分から許したリーグ戦絶対に負けられないですから、とにかく全部勝つつもりでやります。What a fantastic FMW hardcore match. Your winner, Hayabusa. And normally you don't think of high-flying, graceful Mexican-style wrestlers like Hayabusa with rough and tough hardcore action. But Hayabusa, you are hardcore, you are the man. And Eric, what is the next match coming up? I think we're going to see something really hardcore. We got Tanaka versus Super Leather. Now, Tanaka, an excellent tactical fighter. He's been on a hot streak. He's won 5 in a row. I really look for big things from him, except he's fighting Super Leather. And this man is very unpredictable. I've got a chart up on here, up and down, of the things he's done in the ring. I wouldn't be surprised if you see a chair in there. I wouldn't be surprised if you see barbed wire around his neck. I've seen him take a man on the ground, hold his foot on the neck, and whip out his... and urinate all over him. A gruesome sight. It could happen. I hope it doesn't tonight, mainly because of it ruins the ring and it splashes, and I just, this is a good suit. Yeah. Well, Eric, in a related note, if you do get sick and squeamish from this kind of action, maybe it's not for you, but if you are,
Hardcore action, FMW is your league. And we have the unorthodox guy, Super Leather, versus the technical wrestler, Masato Tanaka. So it's not leather and lace, it's leather and grace. Let's go to the ring. 優勝戦に出ました。続いてこの8月29日ですね。ここでまた田中選手と今度はスーパーレザーの公式戦になります。田中選手、これスーパーレザーっていうのはまたブラジルとはまた違うパワーのグラフ。そうですね、やっぱり見た目がこれですからね。僕も実際にレザーとの試合で星を落としてるんですけど、ペースをつかみづらいですね。なるほど。田中の場合っていうのは一本ずっと向かっていく選手ですから、やはり相手の一人になるのはと思うんですけどね、実際。今回人も大ファンですね。これはこの選手シリーズでやられたんですね。痛いですよね。試合をさせると、この辺の技なんか見ても、単なる回帰派ではないんですよね。そういう、こういうラフファイトばっかりに目を奪われたんですけど、やっぱり、ポイントちゃんとしたレスリングの要素で抑えてくるものですからね。やりづらいっていうのはありますね。きっちりとレスリングの基本を踏まえた上での、この強豪なファイトっていうんですよね。本当に要所要所ラフで攻めてダメならレスリングがやってレスリングが攻めてペースが崩れそうなら自分のペースにラフで持っていくっていうですね。なるほど。油断できるっていうのは強いですね。いつの間にかレザーのペースに乗せられてしまうというんですか。もともとこのスーパーレザーという選手は松永選手がぜひ必要だと強行にFMWフロントにコンタクトをですね、履従しました。非常に勝利した選手なんですが、やっぱりその辺はさすがですよね。そうですね、それだけの選手ですね、実際に。本当にこうやって田中もそれでも自分のペースにずっと向かってくるっていうのはすごくいいですね、見てて気持ちいいですよね。だけど戦っても田中の普通のレスリングをするだけと。いつも言ってるんですよね、田中。自分のスタイルをずっと押し通したいっていうですね。なるほど。とにかくこのリーグ戦というのはもう田中選手にとってはですね、かなり厳しい相手がずらりと揃ってるんですけども、そんなですね、これはもう一人よりもとにかくいかに自分らしい、そうですね、自分というものを出しながら、その中で何を吸収できるかっていうことを自分で思うんですよね。これきついですね。ヘッドロングにギロチンドロップです。隣の変化の技っていうのはペース本当に掴まれるっていうか、ああいう思ってない技っていうのは効くんですよね、実際。なるほど。一発でリズムを崩してしまうといいますか。そのでかいですしね。大きいですね。力もありますし。この普通のグランドレスの一つにとってはこれはテイクの方ですけど、やっぱり破壊力が違いますよね。なるほど。やっぱりそれだけの実力者の変身と言いますよね。そう、本当に。この辺もそうです。きっちりとテクニックで決めていきます。一つ一つの技が丁寧ですし、綺麗ですよね、すごく。その分やっぱり効きますし、なるほど。丁寧だということはそれだけ基本がきっちりできてるということなんですね。さあトップロープも仕掛めました。ヒットバット。さあそろそろフィニッシュを狙いますか。そうですね、なだれ式のバスターですか。これも普通のなだれ式とは違うんですよね。大きさがきっちりと片輪に取りされましたスーパーレザーでした。とにかく最後のフィニッシュの取り方なんですね。片輪が外れてるから本当に基礎がしっかりしてたんですよね。I am
I'm not surprised one bit by the outcome of that match. Tanaka, an excellent tactical fighter, but Super Leather, so unpredictable, he takes a fighter out of his game plan. He really destroyed Tanaka right now, and I am thankful, at least for one thing, that he did not soil on that opponent. Although, John, I think you soiled your pants. I saw a little wet spot underneath your chair. Do we need a towel or something? Well, maybe some fans did. I mean, that Super Leather is crazy. I'm a big fan of Masato Tanaka. The guy uses power and technique. But if I were Tanaka, how do you prepare, what strategy do you use against a complete berserko like Super Leather? So I guess sometimes no technique can prevail over technique. And right now, speaking of technique, let's go to another lesson in FMW Wrestling 101. Strike, strike, cobra, cobra, cobra. Now, what I'm going to describe for you now is a little move called the Irish Whip. We've seen this over and over again. Simply, you take your opponent, you propel them into the rope, generating a lot of momentum so you can come up with a finishing move. Now, we're not going to do that finishing move right now, but we're going to need a little, hey, Johnny, John Watanabe, how about, Hey, this is John Watanabe, play-by-play man. Hello there. John, we're going to have you do a simple Irish Whip. Hey, Johnny, could you just, okay, off the ladies, please? Yeah, off this. Come on. Anyway. Okay, all right. So what we're going to do now, ladies, I want you to grab John by the arms. Now, Johnny, you're the play-by-play man, so do you mind describing the action as it's happening to you? Again, a simple Irish whip. Oh, you mean call my own match? If you don't mind, Johnny, that'll be great. That'd be no perfect. No problem. Okay. Okay, Johnny. Well, lady, let's pull them back. Okay. Let's get some leverage and hurl them into the rope. Ladies, double team me and whip me into the ropes. I rebound off the... Yeah. How's that for up yours, huh, Johnny? Huh? Huh? Did I tell you over and over again to lift up the toilet seat? I was sitting down and my ass stuck to that seat, John. Do you think I like that? All right. Stay tuned for some more FMW hard-hitting action. Snake Sisters, coming along nicely. I tell you what, when you're at the FMW World Training Headquarters, you never know what you're going to get. We spar with some of the ladies. I've seen them out there. I've gotten in the ring with them. These Snake Sisters, I'm telling you, I'm going to take them right to the top, Johnny. Hey, you know, Eric, what great inspirations for the Snake Sisters we have coming up in our next match. We have some hardcore hippie chicks, tag team action. Popular lady wrestler Chigusa Mad Dog Nagayo and her partner Nagashima take on Sub Misato and Dana the Shark. Well, I tell you what, I love the power of the Shark. But a woman who can do all the moves of the Shark, all the strength, and some of the technique of Megumi Kudo, Mad Dog Nagayo. Mad Dog, I'm telling you. She's got it all. She's the complete package. And she's quite a looker. I'm not embarrassed to say I like what she's got. I like the eyes, I like the hair, I like those full, rich lips. I'm telling you, Johnny, she is... You know, Johnny, when I look at her, I think of you sometimes. And when you were in my hotel the other night and you were wearing that little negligee that you like to wear with the garter, you looked hot. You did look good. Oh, Eric, I bet you say that to all the boys. But hey, if you like girls who get hardcore, you'll like this next match. By the way, in this match, you'll see weapons involved. And of course, Eric, weapons in FMW are... perfectly legal moves, Johnny. Perfectly legal moves. Hey, you won't see women's action like this in the U.S. or anywhere else. Only in Frontier Martial Arts Wrestling. Let's go to the ring. あくまでもガヤジャパンっていうのは正式なルールにのっとった、プロレスのその勝つために手段を選ばないというためにその武器を使ってでも勝つということは全くしません。ただ一つだけ言っておきたいのは私はプロレスラーだから、勝つために手段を選ばないということはしない。あくまでもプロレスのルールの中でプロレスの技で決着をつけたい。ただご希望とあればストリートファイターやってもいいよ。リスクはガイジャパンの方にはたくさんありますけどね、新人の子一人つけましたんで、その新人っていうのは自分の中では秘めた気の強さを持ってる子ですし、それをどう表に出して彼女たちにぶつかっていくかっていうのはとても重要課題だと思う。どう？なんか一言。はい、自分なりに精一杯暴れていきたいと思います。勝てる？はい。殺されるよ？大丈夫です。
大丈夫ですって言い切れる子ですから、だからせいぜい覚悟しておいてもらいたいなと思います。長嶋が半殺しに会うのをなんか期待しているらしいんで、ご希望通り半殺しにしてやりたいと思います。長屋見とけよ。死んで連れてきたからって甘くはないんだぞ。めちゃくちゃにして遊んでやるから、指くわえて見とけ。さあ、いよいよ長与選手が登場しました。長与選手のプロレスのきっかけとなったのがこのクラッシュベル時代は長与さんが憧れていたんです。実際長与選手の回答どうやって今ご覧になってどうですか？昔の憧れていた時代の長与さんと今の長与さん。基本的には変わらないと思うんですけども、やっぱりこう時代の流れによって映り方が見てる人には違って見えるんじゃないかなと思います。割と昔の長与さん知らないファンっていうのも今は多いわけですよね。そうみたいですね。むしろそういうファンの方が多いというか、本人はそういうのが厳しいんじゃないかと思いますね。加藤選手にとって今はやっぱり憧れっていう感情はもうないですか？やっぱり入って自分が選手になった時点で憧れっていうのは徐々に消え始めたかなって。やっぱり憧れと自分が目指すスタイルっていうのは違うので、その辺でやっぱりちょっとずつ憧れっていう気持ちではなくなってきた。単に他団体の一選手があると。見習うべきところは多いと思うんですけど、今はそんなに意識はしてない。かなり荒れてますね、この試合が。そうですね。ここの敵を相手に普通に試合はなかなかできないですね。そうですね。長尾さんのファイト自身も昔の極悪同盟とですね、ダンプ松本さんとかとやってた試合とまた違って、こう逆にアグレッシブになってるというか、また激しくなってますよね。そうですね。やっぱり使い技とかも、今流のものをどんどん取り入れていってるので、このとしては全然違うなと思って。なるほど。長尾選手というのはガイアジャパン破綻する時に一度お話を聞いたことあるんですけども、その時からもうやっぱり工藤選手、豊田選手と戦ってみたいということを口にしてたんですけども、いざこれから実現ということになりますと、やっぱりその一番試合の中でそういう工藤選手が今言う気遅れみたいな部分ですか、そういう部分が出るとこれ苦しいですよね。そうですね。相手が誰であろうとやっぱり気遅れっていうのが一番のマイナスじゃないかなと思います。その点この土屋選手、中村選手たちマップルコミュニタリーっていうのは、ある意味ではそのクラッシュ世代じゃないレスラーというか。そうですね。特に深い関わりもないと思いますし、思い入れとかもそんなに特にないんじゃないかなと思います。こうやって見てるとある意味で大牟田さんを彷彿させるような雰囲気もありますよね。そうですね。雰囲気的にもなんか似てるなと思いますね。かなり苦しいですね、この若手が捕まって。ちっちゃいですね、やっぱりね。体力差っていうのはありますよね。ちっちゃい選手もまたかなり最近ウェイトアップしてるということですから。倍以上違うんじゃないですか。そうかもしれないね。工藤選手なんかでも例えば試合してる時にその土屋選手のパワーという部分でかなり苦戦する場面がありますよね。絶対的なそのパワー不足っていうのはやっぱり違う面でカバーしていくしかない。そうですね。やっぱり、あとはもうなんていうんですか、やられ強く打たれ強くなるっていう部分もありますし、違う部分で技とかそういうので返していったりとかありますけど、ダイヤさんっていうのはこの手のタイプの選手がいないですよね。だからこういうスタイルとかっていうのは結構初めてやるんじゃないかなと思いますね。いわゆるパワーファイターっていうのは存在しないと。そうですね。工藤選手としてはこのガイアジャパン対 FMW 女子、マットドックミリタリーっていうのもやっぱり FMW 女子なわけで、団体対抗戦っていうものにいてやっぱり少し複雑な思いっていうのもありますか？
そうですね、やっぱり団体対抗戦っていう名がつく以上、自分の団体を応援したいのがあるんですけども、やっぱりそのイメージっていうものがありますから、この1試合だけを見て FMW の部署の全てを判断されちゃうとちょっと厳しいものがあるんじゃないかなと思いますし、だからこれが FMW とはちょっと言い切れない部分もその中の一部ではあるけども、全てではない。とかく FMW 女子っていうと反則を使う、それから狂気を使う、ラフに走る、そういう悪い意味でのイメージっていうのもこれ確かにありますからね。そうですね。そういう話通りに試合の方もそういう展開ですね。かなり長尾選手も強いですね。まあこのスタイル、いわゆるラフ専門というのが FMW 女子の全てだと思われるのがやっぱり一番信頼といいますか。最初から何でもありっていうのが FMW の売りだったんでね、こういうのはやっぱり一つのプロレスの技のうち、技っていうか見せる部分の一つだとは思うんですけど、これだけでも困るし、これにプラスアルファなんかがつければより一層もっと FM 女子らしさっていうのはできるんじゃないかなと思います。まあそういういい意味で何でもあるということですよね。何をやってもいいけども、プロという部分では何をやっても許されるけども、その根底にやっぱりレスリングという部分がなきゃいけない。そういう意味ではレスリング、レスリングの技量を問われていますか、そういう意味ではこの長尾選手の相手というのはこれはかっこいいですよね。そうですね。土屋たちもいつもやってることっていうんですか、それはやっぱりね、あまり正統派ではないですけども、その相手は長井選手を相手にどこまでいつもの自分たちらしさっていうのを出せるかっていうのが一つの見せ場なんじゃないかなと思います。あまりにも長尾選手に合わせすぎて正統派で戦ってしまうと、今度は逆に味が死んでしまうという。そうですね。一番は自分たちらしさっていうのを出すってことだと思うんで、変に合わせることなく自分たちのスタイルを主張すればいいんじゃないかなと私は思います。この辺は土屋選手もきっちり技で勝負しているんですね。決まるぞっていうサインです。これ危ない角度ですね。工藤選手も何度かこういうシーンがありましたけども。やっぱり新人選手は、すごい元気がいいって言われてますけど、やっぱり受けっていうのは時間経たないとね、なかなかすぐには受けれるものじゃ攻撃はできても受けっていうのは本当難しいので、相当今のバックドロップもきついんじゃないかなと思います。体と痛みで覚えていくしかないっていう。そうですね。なるほど。私、長嶋選手とこうリング上で対峙してみると、佐藤美和選手もかなりたくましく見えますよね。見えますね。やっぱりね、同じ体ががっちりしてるんでね、その違いっていうのは随所に出てくるんじゃないかなと思います。そうですね。キャリアを裏付けると言いますか。金属バット投げました。もう逃げるしかないですね。工藤選手も金属バット食らってますよね。まあ目にはないという。これだともうここまで来ちゃったら引いちゃった方が負けです。そうですよね。やりました。長尾選手もフロント崩れちゃいましたね。かなり試合が荒れています。これがランニングスリーです。スリーカウントが入りました。長尾選手が最後は力を見せました。かなり長尾選手との対戦というのはこれから楽しみなわけですけども、私が戦う時は
これとは違ったスタイルで。そうですね。はい。リングでレスリング勝負。はい。しかも FMW のスタイルは崩さないという。さあもういよいよ待ったなしという状況になりました。こんなやつは俺と女子は FMW で女子は来るからくだらんきお前が FMW の魂についてるんだこいつは叩きのめしてくれ出てこいよストリートファイトってこんなもんか違うよなお前がやってるストリートファイトも自分がやったストリートファイトもこんなんじゃねえぞどうにかしろよ答えくれ長屋さんオーナーが FMW 女子の失礼だとかもうないでください有刺鉄線は見に行くぞ本当にしてくれれば見に行くからな約束できるか本当は FMW の魂を見せてくれるか FMW の魂はこのIt just goes to show you how the chair, the FMW weapon of choice, came into use right there in that match. And I tell you, Mad Dog Dagaya, she's very happy. Like a dog myself, I wouldn't mind dry humping your leg, Johnny. Hey, boy, you sick old pup. Hey, that was not just another female cat fight. That was a real dog-eat-dog battle. And coming up in our next match, you know, we're here at the training center, but how do you train to be hardcore? How do you train to use weapons? I mean, that's what you're going to see in this next matchup. You'll see Kanemaru, the doughboy, the former circus clown, but he's not going to clown around in this ring. He's going against a very violent, hardcore opponent in Matsunaga. Yeah, and don't be surprised if we see some barbed wire bats, some barbed wire everywhere. It could be on boards, it could be everywhere, and it is going to get bloody, I guarantee you. And don't be surprised the doughboy with that glass eye, one of his eyes, we don't know which one, if it comes out, because we saw that happen in a match before, a kick to the head, the glass eye spills out on the mat. Could happen, Johnny. Could happen today. You know, who knows, Eric? Maybe that glass eye could be used as a weapon. And there's going to be lots of weapons in this match. And you know about weapons. They are in FMW. Perfectly legal maneuvers. That's right. Let's go to the ring. 金村も強くなってきてますんで、とにかくガンガン舐めてかからないように、とにかく2点を確実に今日はもぎ取ります。まあできればね、はっきり言っちゃえば対決したくなかったっていうのはありますけども、まあ覚悟ができてましたから、とにかくしなければいけないことはウィングの集大成っていうんですか、その名を見せればいいと思いますね。とことん破天荒にいきたいと思ってます。この試合は松永の要求により有刺鉄線ボードスクランブルバンクハウスデスマッチで公式戦が行われた。はい、次の試合は8月31日大阪オリンピック第2大会ですね。松永さんと金村さんの公式実戦公式ですね。でも松永さんと試合するぞいずれしなければいけないと聞いてて、こんなに早くシングルする時期が来るとは思わなかったですね。松永さんは金村さんとシングル初めて始まったこれが意外にもね、タップでは2回あるんですよね。
新生ウィング初期の頃だからもうそうですね。過去の過去というか、覚えてますよ。犬山と茨城あたりでやったの。でもこの時最初にこう松永さんから電話で聞いたじゃないですか。2人デスマッチあるからある程度覚悟してっていうのがあったんですけども、やっぱ最初は信じれなかったですね。それ松永さんの時も早い時期でそれデスマッチでっていうのはね。公式リーグ戦なんだね、考えてみたら。公式リーグ戦デスマッチ持ち込んだり。だけどね、普通の試合やる気俺もないから、無理やりだね、こういうのをやっていかなきゃいけないし。弟分的存在のこの金村さんと初めてシングルでやるわけでしたけれども、松永さんはどういう気持ちでいましたか？そうだよね、だけど、久しぶりだからね。ここで負け取れないしな、プレッシャーもなくはないで。金村さんはどうですか？最初に2つやったのがもうそのままもう普通っていうかデスマッチでいくか、やっぱりこうねチャレンジする気持ちでいくかっていうのがあったんやけどね、もうリングがあってそんなの振ったんだけどね、最初はやっぱりちょっと攻撃いろいろね、攻撃最初なんでしなかったんだとかいろいろ言われたけど、それは偶然だって、でもこれは試合前に悩みましたね。プレッシャーもありましたし、このフォーメーションのリングでね、リングアピールするのこれ絶好の機会だと思うんですよ。これでも痛かったですね、本当に。次やるときはもっとね、リラックスさせない話。この中に自分も入れるように頑張りますんで。いずれ松永さんと保坂もまたデスマッチでやるときはもうすぐ来られるからね。FMWから主導権取んなきゃいけないし、はやぶさ君のデスマッチやらなきゃいけない。これ大体金村さんはこれある程度はもう頭の中でこう考え描いとったり、やっぱその時はもう描いとったらだいぶもう変わってきたね。机硬い机からこれね、ボード自体が初めてやったのが場外に置いてあって中巻少女と IW の時やったんで、これ全然初めてやったからね、こういうスタイルでどれだけ有刺鉄線ボードをねうまく使うかと思ったけどね、松永さんもこれある程度もう考えて。そうだよね、意外にもそんなにやったことないんだよね、試合は。デスマッチよくやってるみたいなので、そんなには数やってないんで、上に上げてやったっていうのは初めてかもしれない。山田さんも現役の時は下に引いてたやつだった。それはきつかったですね。何がどうなってるのか分からない。これで取れると思ったんだけどね。体どうでしょう？もう全部が痛かった。期待しましたね。これも初めて食らったデンジャーボール。とにかくね、松田さん、僕も保坂も名前ありますんで、この際グレードアップさせたデスマッチをやりましょう。もう一回やりたいですね、このボールは。いい試合でしたね。近いうちに保坂もあるような、保坂もあるし。What a bloodbath. What a bloodbath. And I'm telling you, it's disturbing, and I know, because when that blood gets all over the mat, it takes a lot of time to clean that up. It delays the start of another match, and I get upset about that. I'm sorry, John. Yeah, Eric, we'll talk about it later, cleanup boy. And, you know, we're here at the FMW Wrestling Training Center, and if you're an athlete in any sport, you have to learn the basics first. And that's the kind of technique you'll see in this next match coming up. A very
methodical, old-school kind of match between Hayabusa and Ouya. It's kind of reminiscent of the great mat classics of the past, featuring old-school wrestlers like Lou Thez, Vern Gagne, Pepper Gomez, even Japanese veterans like Tatsumi Fujinami. And a lot of fans, especially Japanese fans, are still into these holds that are not flashy to look at, but they know they're still very effective to this day. So let's appreciate this on-the-mat wrestling between Hayabusa and Mr. Ouya. リーグ戦2試合こなして今日3戦目前の2試合きっちりと押しといてんで全勝するつもりでやってんで今日のお姉さんにも絶対負けないですよ必ず勝ちます。さあ両者の試合のコメントを聞いたところで営業グランドスラム公式戦部屋草対大谷久勝です、もう早くも名勝負数えたと言われているこの大谷戦なんですけども、とにかく本当にやりにくいわけですね。攻めても攻めても裏をかいてくるっていうのがありますから、いわゆるオールラウンドスタイルといいますか、実際この時はかなり僕も体調悪かったですからね、なんとか左肘の部分をこうタイを見ただけでもコンディションっていうのは分かりますけども、そうですね、この時ほとんど左肘が動かない状態でしたし、このシリーズほとんど話してますけど、左肘に加えて少し肘をリング上のハヤブサ選手の姿を見る限りではもう左肘のね包帯はもちろんそうですけども、それ以外は全く感じさせないんですが、この大谷戦というのはこの、テクニック重視、当然そういう試合になるんでしょうけども、それだけにまたこの全身のコンディションの悪さっていうのはもうもろに響きますね。そうですね、やっぱり怪我してるなと思ったら確実に攻めていきますしね。その点は厳しいですよね、やっぱり。あと前に入りづらいんですよ、非常に。なるほど。懐が深い、そう言ってもいいですね。結局こっちが押していったら引くし、引いたら押してくるしっていうか。なるほど。高難自在の相手のレスリングに合わせられるというか、そうですね、それが自分のスタイルなんだっていう感じでですね。手応えがないっていうやつですかね。なかなか攻めているつもりがいつの間にか大谷選手のペースに入ってしまったりとか、そうですね、こういうグラウンドのテクニック一つとって非常にやっぱり基本ができてますから確実ですね。きっちりと取ってきますしね。さあ全く手を取り返しました。左腕ですね、やっぱり。そうですね。大阪大会の前もやはり痛み止めの注射はされたんですか。この時は手ました。例えば試合前に痛み止めの注射をするその効力というのはこれどのぐらい続くものなんですか。大体2時間ぐらいだっていつも言われますけども、なるほど、だんだんやっぱり効く時間っていうのは短くなってきますし、あと、こうやって動くとですね、本来は運動せずに安静にしていてその効果があると。ただこうやってリングに上がった以上はもうね、そういうことは言い訳にしかなりませんから。単発でそばとああいう相手の裏をかくような動きっていうのをこっちがやっていかないとですね、本当にいいようにペースが持ってかれるっていうのが分かってますからね。いろいろと考えてやってるつもりなんですけど、お互いに先に見合い、一手先に一手先に見合いといいますか、そこで考えすぎてしまうと逆に裏をかかれるような、そこで考えすぎて間ができれば、今度はそこに入ってきますしね、きっちりとつけ込んでくるわけですね。そういう本当に
隙を与えるときっちりそこに入ってくるっていう。本当にハヤブサ選手が言うように、ある意味で一番怖い相手でありますよね。序盤からグラウンドの攻防が続いています。ハヤブサ選手にしてみれば、このリングを降りた後で、この大矢戦というのは、いわゆる爽快感みたいなものっていうのもありますね。そうですね。やっぱり試合終わった後っていうのは、レスリングっていうのを主体に本当にレスリングだけでですね、試合終わった後っていうのは本当に、勝っても負けても負ければやっぱり嫌ですけども、やっぱりそれなりに充実感とかっていうのはありますね。それで要するに見てる人が納得できるものであれば、それに結果がついてくれば一番いいってことですから。なるほど。本人同士がレスリングで満足しても、それが自己満足であってはダメなわけですよね。それだったらやっぱりプロとしては失格だなって思いますから。記録シンドロップを落としてきました。やっぱりここでやっぱり一歩踏み込めないんですよね、すぐさっと。あれで誘っているんじゃないかとか、変な勘繰りとかが出ちゃうんで。そういう怖さありますよね。そうですね。手四つの体勢に向きますか。力が入ります。この辺もうまいですね。ネジっぽいですね。ペースを崩しません。きっちりと肘が顔に入ってますしね。ああいうのがあるから動けないですね。カニバサミで倒した瞬間にすでにもう左手を狙ってるわけですね。とりあえずこういうので心理的に動揺させといてっていう形なんでしょうね、やっぱり。例えば今のグラウンドで、顔面を肘でこする、これちょっとえげつない攻撃なんですが、これなんかもかなりポイントとして後で効いてくる。そうですね。変に気持ち的に高ぶったりするんですね。やっぱりスタミナっていうのをすごく証明しますよね。やっぱりこう長期戦になる気がすれば、こうやってスタミナを奪うような技からすぐ入っていくっていう。自分のスタミナを温存して相手のスタミナを奪うと、そういう技があればこういう締め技がやっぱり有効ですから、そういうのを重視して使うことになります。この時は半分意識も悪くなってたはずなんですけどね。スリーパーはかなり痛みたいになりましたから、スリーパーのちょうど3回目で目をこうになってますね。これは一度落ちたんですね。そうですね。ちょっとまだはっきりしてないみたいですね。ちょっと表情が少し畳みかけることが違ったんですね。この辺の大矢選手ですか。シングルフリってやつですね。本当にこの一発があるから怖いですね。どんなに攻めててもですね、一発で返されるようになっちゃうんですね。これ本当に僕の動きだっていうかですね、右目でしたから、ものすごい効きましたね。ガラスに不意打ちを作ってしまいました。しかしこの大矢選手のバックドロップのキレっていうのはすごいですね。そうですね。やっぱり使う選手っていうのはたくさんいるんですけどね、やっぱり物が違うなっていうのはすごく感じますね。大矢選手の日頃から相手の腰に入れさえもあれば、どんな相手にも投げてみせるというふうにしてますからね。あと全部が同じじゃないんですよね。使い分けっていうのをしててですね、これで決めるぞっていうのと、ペースをつかむためのもの、ダメージを与えるものって全部やっぱり違うんですよね。落とす角度、タイミングとか。来ましたね。これきつい。試験点も何もないですね。
直接攻撃ですからね。この辺は一気に畳みかけてきますね、大谷選手。もうチャンスと見たら見ませんよね。ねちっこく、しかも確実に攻めてきますね。この攻め方の中で、やっぱりレスリングできっちりと攻めてくるっていうのはですね、非常に辛いところですね。こうなると、やっぱりさっきのバックドロップが効いてるっていう左肘のダメージっていうのを考えたら、逃げるしかないんですよね、この時は耐えて、とにかく。自分のチャンスが回ってくるっていうかですね、どれだけ受け切れるかっていう、それだけにかかっていますね、この辺になってくると。単にラフファイターだったらあの辺りから場外へ引き出して椅子攻撃とかそういうのもあるんですが、逆にそういう方がこれから楽ですね。そうですね。だからその方がエスケープできますからね。こっちとしても何とかしながらそれきっちり攻められるとですね、こう反撃する間がないんですよね。やっても結局その一発でストップされるわけですから。この辺をしたたかに計算してきますね。アームバーです。これも非常に古典的な技ですよね。精神的にすごく嫌なんですよね、こういう技っていうのは。足のグリグリっていうのをただ痛いだけじゃなくて、やっぱり精神的にダメージがあるっていうことでですね、その分当然計算があるでしょうね、羽生選手にしてモエさんと一緒にやってるとですね、非常にこうロープが遠いんですよ。ロープが遠い、リングが広いっていうんじゃなくてロープが遠いんですよ。結局なかなかロープエスケープをさせてくれないっていう感じがあるんですね。逆に言えば大谷選手が常に自分のポジションを確認して戦ってるってことですか。きっちりそういうの辺も抑えてやっぱりやってるんだなと思いますね。ここはかなり苦しいですね。実際にこう結構気の遠くなるような痛さがあるんですからね。決してこう壊そうとかっていうのじわじわ痛めてやろうかっていう、そういう殴り殺しというヘビの殴り殺しみたいな、ものすごくやっぱあの辺も同じあそこで別にカバー行く必要なくても、今カバー来て、あの時にきっちりとエビ固めで足までフックしてましたね。あれを返すだけのやっぱりスタミナっていうのはどんどん奪われていきますしね。こういうそれで綺麗に繋いでくるんですね、技。動きに無駄がないといいますかね。本当にこうただやってるわけじゃないぞっていう、ただやる。そうですね。流れがありますね。合理的な攻めといいますか。左手を離してる時間っていうのは攻め出したら短いんですよね。常にこう自分のポジションをキープして相手のスタミナを奪うようにですね。さあ、ここにまた締めていきます。これも効きましたね。本当にこうやって見ると隙がない選手ですね。この時やっぱりこれはもちろん大谷選手はここでコールを取ろうとは考えてないわけですね。結局この人の場合ってバックドロップっていう技に対してものすごいこだわりがありますから、フィニッシュは絶対にバックドロップで取ってやろうと思ってるはずなんですよ。それは完全に昨日でも決めることもできたかもしれないですね、やっぱりそれはこだわりっていうのがありますからね、みんな。さあ、ロープブロークをミスしてさらに締めます。この辺になるともう感覚なくなってきてます、相手は。サブミッションというよりはもう拷問に近いですね。そうですね、もうこの時は曲がることも伸びることも自分の意思でできないような状態ですから、もう指先にも感覚がない状態ですから、握力が全然なくなってるんですよ。そうですね、左腕に全く力が入ってないものです。嫌なんですよね、もう。やんなきゃいけないとは思うんですけど、体動かないんですよ、この時。
その時にこういうふうな攻め方されてものすごくやっぱり精神的な精神的になるんですね。焦りっていうのはすごく出てくるんですよね。15分が経過しました。中盤でリーダーの大ピンチを迎えています。本当に大阪初登場っていうのもありましたし、リーグ戦、公式戦ですしね、絶対に負けられないっていう気持ちものすごく強かったので大阪取りというのは新生 FMW の一つの大きなテーマになったわけですからね。そうですね。大阪に限らず、初めて行くところっていうのはやっぱり、一度でみんなに納得してほしいなっていう。そうですね。例えば初めて会場に行って新生 FMW を見たお客さんはその試合だけで判断してしまうわけですからね。それをやっていかなきゃいけないなって思ったことがあったので、本当に必死だったんですけど、でもこのコーナーで受け身でまともに取れるんですよね。右手だけで受け身を振っている状態ですからね。ということは逆に言えば右手にもかなりもう負担がきてるということですよね。この試合で確かに起死回生に生かすってタイムがいいんですけどね、すぐ自分が攻め込みなんですね。これですぐ一気にダメにかければ勝機っていうかですね、十分勝ちになったと思うんですけどね。そうです。さあ、これチャンスですね。さあ、ヒットしました。タック前の叩き込み広です。しかしこれ左手腕打ってますね。自分にもダメージのある技ですからね。やっぱりはやぶさのファイトってこういうもんですから。非常に厳しいお客さんの見方ですけどもね。おっと、空中戦闘で一発です。これがあってこそはやぶさだというお客さんの見方があるのはこれ事実ですからね。やっぱりそう思ってる人がいるんであればそういう試合をするっていうのはやっぱりプロフェッショナルとしては当然だろうと思いますし、病気を出してるからどうなってもやっぱりおかしいですよね。さあ、タックを決めた。ジャストヒット。シューティングスタープレスですね。カウント2で返される。やっぱりもうちょっと攻め込んだ後に使わないと無駄になりますよね。分かってはいるんですけど。なるほど。今こうしてみると改めて見るとそういう焦りみたいなものを感じます。すごくやっぱりこうさっきまで攻めないところがあるんだって。その一発で攻め急いだっていうのは、そしたらやっぱりそれ以上は攻めさせないっていうのはやっぱりありますね。またしてもおやせしのペースです。はやぶさの声援が飛んでいます。嬉しいですね、こうやって応援してくれてるっていうのは。だからこそ負けられないなっていうすごく試合中でも感じてましたし、試合中にはやぶさという声援が聞こえることっていうのもありますか？そうですね、やっぱりこの応援してもらってるっていう声っていうのは僕試合中ほとんど聞こえないんですよ。ただその雰囲気っていうのは気持ちとは無理に伝わってくるんですよね。やっぱりそういう感じっていうのがあれば力になりますし、すごい苦しい状態が続きますね。だったらここでちゃんと返して攻め返さなきゃいけないっていう気持ちもあるんですけど、とにかくもうブレイクするしかないんですよね。できないんですよね。なりふり構わず。シカンストレッチも出てきますからね。やっぱりこういうのって普通のスタイルにはってか日本でやってるレースにあまりないわけですからね。これきっちりその後こうやってグラウンドに移行して
してますね。とにかくこの大谷選手、引き出しの数が多いと言いますか。そうですね。やっぱり次に何が出てくるかっていうのはですね、セオリー通りに攻めてきたかと思うと、全然また違う引き出し開けていきねポンと持っていきたいと思いますね。試合経過とともにやっぱり8月31日、一番暑い盛りですよね。しかも大阪ですからね、かなり汗の量も多くなってきました。こうなるとグラウンドっていうのは攻めづらいはずなんですけど、こういったのがそういうのを感じさせませんよね。確実に要所要所ポイントを押さえてるから、ずれないんですよね。フィニッシュ取るためじゃないっていうのがありますから、それで十分なんですよね。サブミッションの力任せに締め上げるわけじゃないわけですね。フェインがじわりじわりとするダメージを与えてやろうっていう。少しずつこう取れなくなってきましたね。一発が弱くなっています。2発目の着地ポイント。後半コール入ってますね。少しずつそういう状態っていうか体勢に入ってきましたね。後頭部に来ました。左側。後頭部っていうのは効きますね、やっぱり。見えないところから飛んでくると思いますね。なるほど。一瞬意識が飛んでしまうような。リアドとかの技って取ってみればやっぱりパワーのあるグラジエーターというのが効くんですけども、使い方っていうのはやっぱり壊れてますからね。それで決めてやろうっていうんじゃないんでですね。DDT です。全く受け身が取れる状況じゃなくなってますね。戦略リーカー。本当にこの技のバリエーションというのはこの人は多いですね。全く読み切れないですね。ターン出しみたいなって言いますね。今日決めたので返しました。ここでもスノー選手はもうロープブレードが可能な位置につけているという。もう左手に力が入らないので締め切れないんですよね。きっちりと。そういうのもきっちり計算してますしね。これはどうしてみたい。フォークしたいな。相手の足をエビ型にロックできる状況にないんですね。そうね、もうとにかく座ってるんですよ、こうっていうか。見たいからですね、あそこからきっちり行動しなきゃいけないんですから。さあ、ここでようやくペースをつかめるか。予想通りマラソンの地に来ました。さあ、レシピフロントしたいな。よく見ました。さあ、ここから何とかしてフォールに行きたい。これでやっぱり自分のダメージで、すぐカバーに行けないんですよね。だからやっぱりもうちょっとまとめてたたまないと、この人っていうのは完璧で返す余地を与えてしまいますよね。さあ、クロスキックに入りましたよ。飛びますね。助走をつけて3発的に扉に決まりました。本当にスティングですからね。かけた後自分自身も動けなくなりますね。なるほど。苦しいですね。ここからつなげないというところが非常に苦しい。左腕はほとんど動かない。さあ、リングに乗ってここからですよ。式の高さが出ないですね。やっぱりダメージが蓄積されてますね。ここで本当だったらまとめて一気にガーッといかなきゃいけないはずなんですけど、それができないんですよ。さすが邪魔です。踏
ップをしっかりと取ってますが、やっぱり外れてしまいました。残り5分です。決めるところでした。ジンカップでレガさんが、この技のきつさっていうのは自分の体で知ってますからね。それでも貫突。まだやっぱりカバーに入るタイミングが1つ2つ遅れてますよね。そうですね。あそこですぐさっとカバーに行ければ、また全然違うと思うんですよ。ヘリより一気に立たして、そのためになんとかなる。その時間が痛恨の深くですね。やっぱりこれを決めれば絶対に返されない自信があるんですよね。フェニックス、スペース、そしていくつかあるんですけど、その技っていうのは確実に外してきますよね。アニメのクリか。本当にやばいなと思いました。自爆した肉体的なダメージはもちろんですけども、これを外されたという精神的なものがないっていうふうな感じになりますね。これを持ってるっていうのはやっぱりそれまでその分のやっぱ余裕っていうかその時にあるんですよね。あの技さえ決まればというものが。ただ返すだけじゃ上げられないんですからね。ディフェンスの芯もフェンスにも即つながってるという動きが連動するんですよね、全部。細かい動きって本当に怖いですね。それもカニキスボックス。これも結局もう手を固定されるともう頭から落ちるしかないってことですね。この分ダメージってのは大きいですから。見た目以上に大きいですね。確実にこう手から叩きつけてっていう。結局王選手もこのフィニッシュに至って一番ダメージの取れる技はどれかということをもう選んでるわけですよね。僕自身はもうさっきのフェニックスを返されたけど体のダメージがありますから攻める体勢になれないんですね。もう頭の中のパニック状態といいますか、もうとにかくやられるだけやられてとにかく返さなきゃっていうそれだけなんですよね。この辺まで狙いすましたね。苦しいです。この頃はほとんど意識ないですよね。今の一発で。そういうことになります。ここに立つにかけるポジションという形ですね。もうこれ本能ですか。そうですね。とにかく負けられないっていう気持ちだけですよね。持ち上げて3度早い。ちゃんと体重を乗せて確保すればわからないんですけどね。そうですよね。それがやっぱりできてないんですよね。エレナカにも体勢にさえ入らないという。やっぱり崩れてますね。選手、自分のこういう姿を見て非常に歯がゆいというか、そういうのを感じますか。未熟さっていうのは本当につくづく感じますね。やっぱりこう、大家さん、下高さっていうのもすごく感じますしね。本当に何度も言うようですけど、本当に怖い相手ですね。この分、時間がかかるというわけですから、なんとか決めなきゃっていうのがあるんですけど、こうなるともう先にお互いに残ってる技が少ないですよね。大家さんはもうひたすらこれは危ないですね。ま
すぐにカバー食らってたら、その次の試合ですね。カロリーとカウントする、もうカウント3に近いですね。動けないですね。これ時間切れ引き分けです。この時点での引き分け、1点ずつ獲得という形になるのでですね、このハイブス選手が1点獲得、もしくは1点の失点、どちらがありますか？これの失点の方ですね、全勝だって言って、一番最初の勝利としての、失点を点数としてのあれなんですけど、引き分けじゃ意味ないなと思いますね。リーグ戦などは王選手というのはこれダークホースと言われましたけども、やっぱりこの試合においてもダークホースどころじゃないですね、やっぱり。持続効果の皆さん、誰が出てきたらおかしくないかなという思いますね。金メダルであり、対抗であり、全員がやっぱりマークついてくる。また、こうやって試合があった後に、向こうに納得してくれてるっていうのは、素晴らしい。自分が自分のやろうとしてることに間違ってない。それだけ完全燃焼に進みますね。ついにつながりを生かしてきた。ベストの名勝負になりました。とにかくうまい人、強いっていうか、とにかくうまい。もうちょっとでも悪いとこあったらそこ徹底的にやってくるし、ただとにかく勝てなかったのはもう負けなかったからいいじゃなくて、とにかく勝てなかったってのは本当に痛いですね。次ですね、いよいよグラチインター選手との一戦が札幌で控えてるわけなんですけど、この間も負けてるし、本当ケチョンケチョンでしたからね。なんとか一矢報いて、やっぱあいつに勝たないと先見えてこないし、とにかく引き分けでよしじゃなくて絶対に勝つつもりでいきます。You know, on my card, I had that a draw as well, Johnny. And normally Hayabusa would have been the prohibitive favorite, but you saw he had a little bit of an elbow problem, a variation of a tennis elbow, or a variation of what you have, a penis elbow, John. Yeah. Well, I'm going to whack you or smack you upside the head later on. But coming up next, you just saw Hayabusa wrestle a scientific wrestler in Ouya. But next up, he's going to wrestle a guy who wrestles with power and strength. His name is Mike Awesome, the Gladiator. Oh, yeah, this is going to get great. Power. But Gladiator is not only powerful, he's got the moves. Look for him to go high, like the Falcon Hayabusa does. Both of these men, top of the ring, and colliding with each other. It's going to be beautiful, John. That's right, Eric. To quote Paul McCartney in Wings, we're going to get high with high-flying action with FMW. Let's go to the ring. Hayabusa, the last time we fought, I kicked your ass in Hachioji. Well, let me tell you something. Now we're in Sapporo, and I'm going to do it again. Yeah, I consider you a great competitor, even a great challenger. But let me tell you something, pal. You're standing in my way for that championship belt, and I want it bad. So I'm going to do what I did to you last time, and that's give you the kamikaze awesome bomb right off the top rope. And there's nothing you can do about it, because I want the belt, and I want it bad. この間八王子でとことんやられましたし、ベルトもかかってますから、今日は本当に絶対負けられないなっていう気持ちありますし、
体調のこととかうんぬんは言いたくないからやるからには必ず勝ちます。この間の借りは必ず返します。さあ、いよいよ9.5札幌大会、グランドスラムの天王山という一戦を迎えました。そうですね、こちらの大会ですね。この相手に勝たないと、本当に明日見えてこないなっていうのが、ありましたね。ファンの少ない中の事実上の優勝決定戦とも言われてた一戦なんですが、しかしこの手が入りましたね。そうですね、初めて札幌の登場で、全員皆さん待っていただいて、おっと、いきなりダッシュでした。コース中につけたままです。この日はこの選手、これはやっぱり作戦ですか？そうですね、やっぱり、この時の左手の具合っていうのは、めちゃくちゃ悪かったですからね。試合前もやっぱこの時に痛みがあって、でも短期決戦じゃないと、この相手にはどうしようもないなっていうふうに僕は思ったんで、その向こうから深くですね。試合前にこの札幌で、ハイブス選手がトークショーをやってる時にですね、このジョーター選手が出てきて、これは乱入ではないと。ここで2人でフェンダブルの新しい歴史を作ろう、前にできるか、これ正々堂々の宣戦布告をしましたよね。本当に、ある意味すごく嬉しかったですよね、やっぱり。ここのリーゼンの意味って、それなりに理解してくれてるなっていうのがあって、だからこそ、きっちりと勝負して負けたくないって思いましたね。正々堂々のその宣戦布告というものが、逆にグラジエーターのこう揺るぎない自信というものを感じさせましたよね。そうですね。本当にこの震災になってからのグラジエーターっていうのは、本当に一皮むけて一気に弾けたなっていうか、そういう感じがありますからね。個人としての意識に目覚めたといいますかね。そうですね。だから今までやっぱり軍団の中の一員として甘んじたところってのあったと思うんですけど、最近でもやっぱり個人プレイヤーとしての頭角っていうのをどんどん出してきてますし、この新生 FMW スタートというのはこのグラジエーターにとってもビッグチャンスでもあるわけですよね。そうですね。今まで自分を出し切れなかったっていうところがあったと思うので、今回のリーゼン始まるときに目の色が違ったというふうに聞いてますしね。ハイブス選手としては大阪で、大谷選手と引き分け、これで失点1になったわけで、この時点ではもう後がないという意識はありますか？そうですね。でも一つ落としたらもうやばいんじゃないかなっていうのが最初の読みだったっていうあれだったんですね。そういう意味では大谷さんというのはもう一つ落としたに等しいものだった。そうですね。でも本当にこう背水の陣だったっていうのがありますね。しかしそれにしても大阪の30分交代の引き分けになったので、またしても左腕のダメージが深まってしまったと。そうですね。この時は本当に左手をつってるような状態でしたしね。痛み止めがこの時なんか2時間の、試合の1時間前に病院から帰ってきたので、少し試合の時に影響が出ないなと思ったんですけど、でもグラジエーターって試合にやるときにいつものことすごく大きいから扱いきれない時があるんですよね。普通の大きさのものとこう長いとかそれ以上の開始感がありますしね。攻めていても余計なスタミナを使うっていうことになりますね。体が出てきた。ベリートゥーベリーです。力があって高さが違いますからね。そうですね。コンコンが持ってきますからね。背筋の力だけで後ろに投げてるというような感じですよね。これ危ない。テンポですね。3メートルの高さから降ってきました。
これ本当に受けた人じゃないとわからないと思うんですけど、こいつが飛んでくると戦艦が空から降ってきてるようなそんな感じなんですよね。ミサイルとかそんなんじゃないですね。今の一発でもう完全にブロッキーですよね。もっとこう記者席ですよ。一発一発がきついですからね。一つ食らうと普通に想像の何倍のダメージかありますしね。スチールの付け合い、一発でもうへし折れてしまいました。実際今回のリーグ戦っていうのはちゃんと上下カウントも数えるようになってますから、下手するとリング負けっていうことがありえますからね。そうですよね。そういう負け方って絶対したくないし、負けは負けで失点に変わりますからね。本当最近こういうの相手を痛めてるところからきっちり攻めてくるようになりましたしね、前はとにかく相手が怪我してる関係なしに、お金なしでですね、力でグイグイ押してきてたんですけど、そういう無駄な攻めっていうのがなくなりましたよね。自分のレスリングを計算できるようになったということなんですね。無駄な攻めの浪費はしないし、その分相手に確実にダメージを与えるっていうのはすごく、そうなるとブラジルタ自身にも効果が当然なくなりますもんね。そうですね。なるほど相手の密を誘っていくことが難しくなりましたね。場内で暴走してしまうというケースも以前はままあったんですけども、最近は見られませんもんね。本当になくなりましたね。どんなに荒くなっても最後はきっちりリング上で勝利を取りに行く。出ました。うまくないですね、プレゼントは。こういうことが平気でできるっていうのはやっぱりこいつの強みですしね。それがやっぱりこの FMW で何か身につけた知恵といいますかね。無駄に過ごしてないですからね。公式リーグ戦でもこれは勝つための手段としてはもう非難できるものではないですよね。そうね。レフェリーが認めなければ同じにはならないわけですね。この辺は左でロスしたままです。自分の全体重が左肘にかかる。本当に痛みって想像絶することですよね。この辺は大谷選手とはまた違うブラジエーターならではの破壊力ですよね。そうですね。もうやっぱり鉄柱の使い方にしてもうまいですよね。これは厳しいぞ。打ってやるって言ってますね。さあ完全にブラジルターコースです。きついですよね。はやぶさ選手ははやぶさに変身してからこれが初めての札幌大会。そうですね。以前愛知で FMW 時代から見たらこれは何年ぶりになるわけですか。3年ぶりぐらいですかね、確か。とにかく久しぶりにこう足が込んだ札幌で、あいつは本当にこう細かい反則っていうのを有効に使ってくるようになりましたね。今回初めての札幌でみんなに納得してもらえるだけの強さを見せたかったの見せようと思ってたんですね。必要にせずです。もう久しぶりの札幌に帰ってきたんだという感傷にもう浸る暇を与えないというかですね、本当に厳しい現実だけをきっちりと見せてくれますよね。でもこれが今の新生 FMW の現実ですよね。やるしかないという。泣き言言ってるんだったら少しでも前に進むしかないっていうのは本当に現状ですし、強引に体固めに入ります。また村上選手とかクラシーカルの競技じゃ全然違いますからね。そうですよね。
乗られるだけで一つの技になるという、いわゆる体固めが足り得るという、本当そう、上に岩が乗ってるようなもんですからね。自分で言っちゃいましたけど、この時は本当に完全に意識なくなりましたね。殺人ジャーマンですね、これはもう。ジャーマンって KO しない方がいいかもしれないですよね、この技はね。やりっぱなしの、人でしたっていう。同じ技でもこいつが使うと、一ランク上の技になりますからね、やっぱり。前みたいにこう自分で勝手に練習してスタミナをするっていうことが少なくなりましたよね。しかし、ハヤブサ選手のこの執念といいますか、ガッツといいますか、試合前にハヤブサ選手とやった時にですね、女子の有刺鉄線マッチがありまして、その女子の控え室に工藤選手のところをハヤブサ選手が訪ねたんですけども、とてもじゃないが控え室に入れなかった。そうですね。結構いらっしゃいましたね。自分がやっぱり怪我してて辛い対戦の状態になるっていうのは、そう本当にこうそういう多少なりやっぱ弱くなってるところがあったんですけど、それは本当にこう女子の姿を見た時にこれは浅いですか？浅いですね。でその分やっぱり自分の肘まで通用して工藤選手たちの血まみれの姿、ハヤブサ選手にすればもう家族ですよね。その姿が火をつけてくれたような部分ってありますか？そうですね。やっぱり女子のみんなですらやっぱりこうやって一生懸命やってくれてるんだと。僕は意地でもなんとかしなきゃいけないんだなって、負けちゃいけないんだって、そう思いましたね。だから動かないはずの体がハヤブサの格好しリングに立てば、なんとか動きますしね。しかしこの札幌、ここまで来るのもハヤブサ選手にとってはやっぱりこの公式戦の道のりというのは長かったですか？そうですね。このシリーズ本当に長かったですね。序盤の方で怪我しちゃいましたから、まず公式戦の日程が決まった時点で、この札幌のグラジエーター戦はやはり一つの天王山としてそうですね。やっぱり前回八王子で完全にこれ決まった。そうです。どうしても急いでるんですよね。そこに至るまでの感覚がないという感覚プロセスっていうのはやっぱりありますから、それをちゃんと踏まないことには、せっかくの技も無駄になりますね。ありがとうございます。回復された。かろうじて足で着地できましたか？これはだからギロチンを狙ってたんですけども、やっぱり逃げられたっていう感覚があったんで、立とうとしたんですけど、立ちきれないんですよね。ここで気にして違いました。3本早めです。それから本当にこう一つ一つの技に体力がどんどん増してきてますよね。一番のこの傾向が一番の畳みかけがすごいんですね、別に。ハヤブサ選手、ウエイトは今この時点では何キロぐらいなんですか？ちょっとですね。そういうのに100キロ以上あるので、一気に乗ってきますからね。しかも空中で一旦手を離してグリップを変えるという、本当に普通の技見ると別の技になってますね。トリアングルアッサンドみたいなんですけど、長いですよ、これはですね。グリップして入ってますよ。それを切ったら万事休すだ。これは本当にいきなり本当に反射的に体が少しだけひねって、そんなの返しですね。一つの違いがスリーカウントどころか、命による父親のリーグがそうですね。逆に顔面から叩きつけられてそのまま負けてしまうという。
ウルトラルから入りました。どうですか、このフィニッシュを今改めて見て。本当によく入ったなって、入ってくれたなって思うわけですね。かろうじてという、要するに今の形ですぐ俺が上に少し乗っかったから決まったっていう。この後1秒2秒遅れてから、そう、今やっぱり相手が頭に入れたら乗れたったら、僕自身もこの時頭に乗ってたわけですよね。そういう意味だって、この風景見れば勝ったのはどっちかっていうのは。田中選手も確認してますね、勝ったのかというような。スリーカウントが入った瞬間っていうのはもう取ったという気持ちはまだ全然わからない。これチームと握手です。いくら状態にしてみれば試合の前に2人が新しいフォームラブの歴史を作ろうと、それができたという、もちろん負けた悔しさはあるものの、そういう達成感といいますか、つながったのかもしれませんね。大事なことはこれからどんどん言っていって、本当にというのを目指していきたいですね。そうですね。昨年のお客さんとかもすごく温かく他のことを書いてくれましたし、ハヤブサ選手、この時点でもう泣いてますね。そうですね。実に4850人の歴史ですからね。本当に自分のその分の活躍をすることに立っていいみたいでしたし、この人たちがこうやって応援してくれるからこそ、この試合の結果だと思うんですよね。それを考えつけると、やはりそのハヤブサ選手の言うプロレスになるんですかね。それがやっぱりFMWのプロレスの本当になるところなんだなということですか。プロジェクトの口と、このお客さんとの団体感、新生FMWになってから初めてのこの超満4850人のお客さん、札幌で得たものっていうのは大きかったでしょうね。そう、本当に崩れてしまいました。現代通ってますね。そうですね。自分が振り返ると、気持ちを振り返ると、別ですから。表出を見せてもらいました。さあ、9.5札幌で悲願のブラジル大会を果たしたところで、ハヤブサが単独トップに9点を獲得しました。まだグランドスラムは続きます。ここからは何ですかね。さあ、ハヤブ選手、ここからですね、今度はビデオはパート2の方に移ります。パート2の方でも解説よろしくお願いします。ありがとうございました。新生 FMW は皆さんが応援してもらえる限りは胸いっぱい突っ走ります。新生 FMW をよろしくお願いします。Hayabusa, I admit it. This time, you beat me. You pinned my shoulders to the mat. You got the 1, 2, 3 on me. You're a great competitor. You're my toughest opponent. I've fought guys like Big Titan, Tarzan Goto, even Atsushi Onita. But no one can take the punishment. No one, I said, can take the punishment like you can. I gave you everything I had tonight, and you still beat me. You still beat me. Well, next time we get in that ring together, I got a few surprises. I won't make the same mistakes I made tonight. Next time, I'm gonna beat you. And tonight,
I think tonight's match will go down in the history books. Right now we're creating legends. But next time, I'm going to beat you. Because next time you will feel the wrath of the Kamikaze Awesome Bomb. And that's all I got to say. 今度はリーグ戦優勝するしか優勝するしか優勝するしかない体の代償は覚悟してますから何が何でも相手が誰でも絶対に負けません必ず優勝します新生になって初めて北海道の方に来たんですけどやっぱりみんなファンの人たちが僕らのことを待っててくれたっていうのがすごい嬉しくて。試合の方にちょっと話してますけど女子を許してくれみんながみんなありがたみ胸いっぱいやってますそれしかできないんですけどそれを応援してくれるファンの人がいれば僕らはそれだけで十分です。Well, what a truly awesome match pitting Mike Awesome, the Gladiator, versus the high-flying Hayabusa. And it was a bit of a struggle for Hayabusa, but in the end, your winner, Hayabusa. Well, Hayabusa really came in from behind. And speaking of coming from behind, John, you've got a little prison story you might want to tell them. You had a little, a little sin up in time you did up in Lompoc, and I know you like to sing when somebody's behind you. And really, you're looking good right now, I got to tell you. Yeah, you see, you hear that? See, I'm still trying to graduate from the Eric Geller School of Self-Defense. Anyway, thanks for joining us, hardcore fans. Hope you appreciate the high-flying technique, the on-the-mat wrestling, and, of course, the bloody, violent, hardcore action of Frontier Martial Arts Wrestling. I'm John Watanabe, along with... Eric, come and get it, Geller. Hopefully you'll come and get some more Frontier Martial Arts Wrestling FMW Home Entertainment. Bye!